おはようございます。おはようございます。なんか、ひし形やね。おはようございます。さあ、どうでしょうか。音はいっているかな。ピントが今んとこ合ってない気がする。パソコンでは合ってるように見えるが、ちょっと。スマホ、大丈夫ですね。ちょっと青っぽいかな。ちょっとホワイトバランスを今日変えてますけども。すみません。あと4分ほどで開始したいと思います。プロパティ。上からにして、手前にして、すみませんね、カメラのちょっと。今日はある種を使うので、いつもとちょっと違いますが、設定。このぐらいかな。どうやいいんじゃないですか。ピントちょっと老眼なんでおはようございます、皆さんね。26。ボケできましたね。ボケとか言ったらあかんね。焦点が合ってないですね。24、23、20。うわ、難しいわ。全然見えへん。ちょっと一回すみません。思いっきり動かしますね。カメラの、この辺か違うか。24にしときましょう、今日はね。この通りにしときましょう。おはようございます。あと2分ほどで始めます。あと2分ほどで始めます。赤坂さんも、みちみちさんも、コロコロさんも、リスリスさんも、大高さんも、けいこさんも、マッキーさんも、ヒロさんも、魚谷さんも、吉川さんも、松岡さんも、おはようございます。熱これメガネです。これね。おじいちゃんなんで。いや、難しいですね。いつも設定がね。あったかくなって、ヒロさんもおはようございます。夏さんも、皆さんおはようございますと。今、ちょっと暖房をつけてたから暑いです。今日はちょっと珍しくというか、ある種に描いてみようと思ってまして、極厚めというやつなんで、どういう風になるか分かりませんけど、1回しか僕これ使ってないんですけども、グランド、グラの、こっちが英語か。グライン、タフなんとかって書いてあるね。ラフって書いてます。もうすごい暑いです。すみません、これピント合わすためにいろいろやってたんですけど、この髪の厚みとかでもね、ちょっとね、よし、楽しくやっていきましょう。ね。ドビッピーさんも、さとこさんもおはようございます。今日はちょっとですね、また、ウクライナ支援のお話をちょっとさせていただきますけども、どこでするか決めてませんが、変な押しまった。変な押しまった。じゃあ、9時になりましたんで、やっていきましょう。やばい、暑い。失敗した。ね、ちょっと一回なんか僕これ使ったことあるんですけど、めっちゃ難しいと思ったんで、それね、一回だけライブ配信の学生をモデルに水彩を描いてるやつがあるんで、見たい人はぜひ見てみてください。それだけです。これちなみにものすごい高かったんで、6号ぐらいのサイズで、多分フランスやから、F とかなんとかとかそういうのなくて、何センチ、何センチとか、なんかそんな感じだと思うんですけど、うわ、どんな感じやろ。ちょっと中にまで入れてみて、うまくいくかわからないんですけどね。よいしょ。ビュー、ビュー。もうちょっと大胆に行きたいね。
あ、なんか緑が入ってしまった。ビュー。一回この辺まで持ってって、よいしょ。シュー。お元気ですか皆さん。私は元気ですが、無駄な仕事に、大学の無駄な仕事で、今日も朝6時から大学に行ってましたが、はい、愚痴りました。ちょっとこう斜めにしといた方が良さそうなんで、ちょっとこうマスキングテープを置いときますね。この辺からドライヤーかけたらまたやっぱ変なにじみとかなりますかね。おっとっと。よいしょ。今日は法隆寺ですね。私の本当にこう子供の頃、遊んだというか、もうちょっとこう綺麗にね、遊んだというか、本当に僕、東大寺じゃなくて、法隆寺の横の大和郡山っていうところで生まれてるんですよね。だからなんかちっちゃい頃の写真で1歳ぐらいの時とかの写真で、この辺りで遊んでる写真があったりしますよ。よし。あれここにドライヤー置いてあるんですね。よし。で、ちょっと前景とかも書いていきますけど、この辺まで水が入ってるんで、もうこの辺からいきましょうね。もうね、ものすごいこう、髪が粗いです。すげえなーっていうぐらい粗いです。今ちょっと屋根のとことかを影のとこだけ土台を作っていってます。昨日の動画面白かったですか？まあ30分近く苦行のようなものを見せられたと思いますけど、ね、なかなかありがたいことにスタートダッシュはいいので、スタートダッシュがいいとですね、やっぱりこう、面白いですね、ああいうのね、本当にこう、髪もやっぱいつもの、やっぱボコボコしますね。あれが、なんていうんですか、AI によって、こいつはなかなか優秀な動画映像っていうので、おすすめとかに上げてくれやすくなりますんで、皆さんのね、あれで視聴者が増えてくれたら、作った側としては嬉しい限りですよね。またね、機会あったらもう1回ぐらい、2回ぐらい見ていただいたら、突然消すかもしれません。こんなもん絵じゃないだろうとかね、言われるかなと思ってですね。すみません。タミコさんもおはようございますと。ブロックタイプです、ブロックタイプです。ヒロさんかな。コージエヌさんもシーナさんもさとこさんもおはようございます。ひなばばさんもおはようございます。恐竜チャンネルありがとうございます。もう恐竜チャンネルもよかったら、ね、恐竜チャンネルも皆さんよかったら登録していただけると、嬉しい限りです。まあ、なんかやっぱりね、子育てしてるあれで、やっぱりこう、寝かしつけて、ソファーで寝かしてて、よし、寝たと思って子供置いても起きおりますもんね。だからなんかこう抱っこしながら、動画の編集をスマホでやってますよ、妻がね。よかったら登録してあげてください。私もたまにだから動画を私のスマホで撮って、エアドロップって覚えたんですけど、エアドロップっていうので、要は動画を共有してですね、私が撮ったものもあります。まあなんかフランスの人が言ってたのか、この YouTube で言ってたけど、ある種ってフランスでやったらめっちゃ安いですよって、ね、やっぱりこう輸入品やから高いんでしょうね。言ってはりましたよ。
もうここのとこだけちょっとこんな急いで皆さんやらんでいいですからね。ピントは線見えてますね。ワイローズさんもタミコさんもリスリスさんも。ね、これ一番粗いやつ買ったんですよ。せっかくやったらいっちゃ粗いの試した方が面白いかなと思って僕もこう試してみたら本当になんかすげえなと。ある種って会社はなんか木炭市もどうもあれある種なんですよね。日本の企業の人作ればいいのにね、似たような感じ。日本の技術を持ってすれば作れそうなんやけど、僕が学生時代とか木炭市で170円か200円弱やったんですけど、今なんか600円ぐらいするとかしないとかわかりませんが。えらい高なってますもんね。すいません、もうどうしても急にやったから乾かしてるから村っぽくなってますので、皆さんは急激に乾かさない方がいいですよ。ちょっとね、この辺とか早めに描きたいから、致し方なしと。まあなんか皆さんもね、報道とかで結構心を痛めてはると思うんですけど、まあ言うと、また今回もですね、チャリティーじゃないですけども、作品を皆様にお譲りして、あれをしようと思っております。寄付をしようと思ってます。で、まあ、YouTube で流した作画動画の作品なんで、まあ、展覧会とかで、個展とかで出すような、ハイクオリティな、まあ、昨日の作画動画じゃないですけど、あんな感じのものではないので、あんまりこう期待されないでほしいというかですね。でも、それでもなんか皆様の、ですね、お気持ちをお伝えできればなと思ってますので、よかったらですね、ご支援できる方はしてもらえると嬉しいなと思います。で、もう、なんだ、ウクライナ大使館、日本のウクライナ大使館のツイッター見たら、講座開設してますって書いてあったから、もうそちらにしようかなと思ってます。で、一律、5万円です。前もこう佐賀のですね、水害の時に皆様ありがとうございました。大町町の方に、あれしまして、寄付させてもらいまして、で、同じような形で、今回も、一律5万円で、うわ、めっちゃ村っぽくなった。ね、これね。止めたらあかんのかな、やっぱ。やるなら最後までやれって感じだから。もうしゃあないね。今日許してくださいね、もうね。一律、5万円で、お譲りしようと思います。じゃあ、どの作品やねんっていうのはまた後で、ちょっとお伝えしようかなと思いますけども。で、10枚あります、10枚。で、まあ、前回もなんか10分か15分ぐらいであれなったんで、早いかもしれませんけどもね、ちょっともうようわからないです。もうええわとかって思う人もいるかもしれませんし。で、作品は10枚ありますので、どれやねんとか、どうすんねんっていつからやねんとか小出しに言っていこうかなと思ってます。最新動画圧巻でした。ありがとうございます。すごく面白かった。圧巻でした。面白いですか？もう前半僕もこう、なんかこう、声入れててもおもんないな思ったから、なんか雑談にどんどん行ったんですけど、ね、まあ、ああいうことをしてるんですよ。で、やっぱ個展前とかになると、ああいう仕事も増えてきて、やっぱね、どうしても、こう、YouTube とかで遊びたいけど、遊べなくなってくるというか、っていうことがありますね。やっぱドライヤー乾かして止めてしまったら、皆さんの方にはね、ドライヤーの音入ってないんですけど、僕の方にはもみき入ってるから心配になるんですよね。だから止めてまうんですよね。一律、5万円で、まあ、振込手数料は皆様ご負担いただければと思います。で、もう全額ですね。だから10万円から50万、全額そのまま寄付しますので、私はもちろんね、その動画に費やした時間と
だから CM だけ入れさせてください。多分2000円ぐらいにはなるんで、郵送費とかもこっちで持ちますので、CM だけ入れさせてくださいね。多分、2000円ぐらいにはなります。ただ、10枚送ると、多分、1枚2000円ぐらいなので、2万円ぐらいかな。まあ、だから僕は2万円プラス、画材と、労力と時間を寄付したということになります。まあなんかね、法理事、私も本当子供の頃、ここの境内で遊んでいましたもんね。写真が残っていて、親父に聞いたら、これ法理事やで、なんて言って、そうなんって言ってですね。ちょっと写真が今回どうしても、ちょっと今から5、6年前に行ったやつで、ちょっとデジカメとか探したんですけど、なくて、おそらくもうないかなと思ったんで、スマホに数少なく残っていた写真を使っているので、あんま細かい描写とかできひんから、今回はちょっとラフに、書いてみようかなと思いました。さとこさん、ありがとうございます。究極の職人仕事でしょ。ゆうのさんもおはようございます。仕事までしばし、仕事があるんですね。興味深くて面白かったですか。稲葉さんもおはようございます。もう100人、今日早いですね。で一応、その応募方法やら作品に関しては、まあ、もうちょっと後で言おうかな。よいしょ。もし質問とか何かあったら、昨日の動画の、今日やっぱり案の定マスキングテープを教えてくれっていう質問ありましたけど、そういうことじゃないしで、動画の中で言うてるんですけどね、やっぱ教えてくれって質問があったり、ね、こんな仕事、小木曽さんなら、早書きの小木曽さんなら、大したことないでしょうっていうコメントあって、ちょっとマジでムカついたんですけど、年齢を見たら、72歳ということで、男性。コメントは削除しました。ね、やっぱね、僕がよく言ってる説、70前後。今、世界でね、一番本当に迷惑をかけっぱなしの、寒い国の人も68歳ですか。私の説があながち間違っていないんじゃないかということが、皆さんどうでしょうか。見て取れませんか。ちょっともうここはもう諦めましょうね。よいしょ。平らにせんとやっぱ書きにくい。もし質問があったら遠慮なくしてくださいね。うわ、これ高さが、もうあかんわ。紙の高さが。木が、ここの辺にマスキングテープでポンと貼っつけてるだけなんですよ。この辺にね。で、ちょっと今高さが足らなかったんで、高くしました。高くします。これは想定外ですね。よいしょ。大丈夫かな。本当に、なんか昔からそういう寄付とかやってたんですよね。なんか、突然やりだしたわけでもなくて、東日本大震災あたりからかな、やってんのかな、その作品打って。で、あの時も、いろんなとこで寄付とかあったと思うんですけど、もう全額じゃないと意味ないと思って、僕だけかな。郵送費ぐらいはいいとしても、なんか半額寄付しますって、なんか儲けようとしてへんかって、なんかそれって違うのと僕は思うんですけどね。まあいいです。毒を吐きました。なんかそんな気しません。私だけかな。そういうのはね、展覧会とかでね、プロやったらね、ちゃんとあれすればいいだけの話だと思うんですけどね。と言ってこんなこと言うから、絵描き業界からどんどん嫌われていくと。ね、そして友達はもういなくなって、誰もいなくなって、今カブトムシの幼虫ぐらいです。カブトムシの幼虫は、大学の同僚がくれました。近くの公園にですね、遊びに行ったら、その同僚がお子さんを連れてですね、
えっと、まあ、あれですね。あそこの海の方の公園があるんですけども、そこのとこの公園に行って、で、一応海とかもちょろっと見て、今日カニさんあんまおらへんななんて言って、まあ、カニがおるんですけども、あれですね、ツガニって言って、まあ、ツガニと、なんて言うんですっけ、塩招きか。塩招きっていう片手がでかいカニがいるんですよ。片手がでかい。で、それが、よくこう取ったりしてたんですけど、取ったりっていうか、見たりしてたんですけど、取ったことはなかったんですね。で、で、ちびと、ま、公園で遊んでたら、向こうの方から、あれ、見た顔おるぞと思ったら、その同僚の先生で、あ、こんにちはなんて言って。ではなんかこう、プラスチックのですね、なんかケース、ま、子供3人いるんで、子供3人連れてプラスチックのケースを持って、あ、何持ってるんですかって聞いたら、これあれですね、つって、カニですって言って。有明海で有明海で、その、塩招きを含め、ちょっと大きめのカニとかを、取ってました。うわ、すごいっすね、なんて言って。これどないするんですか？買うんすか？とかって聞いたら、いや、子供たちには嫌われますけど、食べますって。食べるそうですよ。うん。で、そしたらなんかうちのチビが興奮して、わ、カニやカニや言うて興奮して、いや、うちのチビ、あれなんですよ、昆虫とかめっちゃ好きなんすよ、つったら、あ、うち今クワガタのカブトムシの幼虫いるんですけど、いりますか？なんて言うて、ね、あ、ほんまですかって言って、うちもそのちび、その話聞いてて、お兄ちゃん、クワガタのあれ幼虫くれるってよ、言うたら、ものすごい喜んでですね、ここちょっと消しましたよ。で、2、3日して、昨日、先生、研究室の前に置いときましたって言って、何匹ぐらいいるのって聞いたら、今10匹いるから5匹置いときましたって言って、で、昨日、我が家に、友達のカブトムシくんが来ました。の幼虫ですね。うまく育てれるか分かりませんが、まあ、うるさいですもんね。夜中ガチャガチャね、あいつらね。めちゃくちゃうるさいですもんね。よいしょ。皆さんおはようございます。伊藤さんもおはようございます。毒吐いてください。毒吐く。ほんまね、今日朝なんか大学でしかできない、大学でしかできないのがある。もちろんね、そのなんか大事な業務あるんですけど、これはええやろっていうのも大学でしかできんから朝1時間行って。公務員って優秀ですよね。はい。はい。私もですからね。今ちょっと、松の木ですかね。どこか行ってるか今喋ったらわからないようになりました。果肉ってね、面白いでしょう。その先生は、言うとあれか、まあいいか、漆の先生なんですよ。木工の先生で。漆が専門で、ものすごい優秀なんですよ。私が三越かなんかで2019年に個展してた時、高島屋さんで個展してて、すっごい優秀な人ですよ。よいしょ。まあ、やっぱりなんか紙の厚みみたいなのはやっぱ面白いし、ザラザラとしている感覚はやっぱ面白いなっていう風に、書きながらなんか僕は試していってます。なんか実験というか、あの、自分の中でですね、こんな感じなんやっていう感触を確かめるように書いていってます。へえ、なんて言いながら。よいしょ。そして、ちょっと、チャリティーのあれに戻りますが、えっと、今日のですね、1時に公開する動画、8分ほどです。そこで、作品とか、応募方法と、今日の13時ですね、5日の13時に公開する動画に、方法とあれしてますので、よかったら見ていただければ。いや、仕事やって方もね、いるかもしれませんけど、すみません、もう設定してしまいましたんで、ね。ね、もうあんな、ね、もう大変ですよね、ほんと。ぼぼぼぼぼ。うん、悪くないですね。なかなかね、やっぱ海外のああいう風景の動画はね、もう撮るの大変なんですよ。
ちま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 撮ってね、まあ、でっかい作品の年末に上げたやつほどではないんですが、ね、ちま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 一人であんなんやってるんですよ。変な人ですよね。まあ、なんかこう、書き方自体は本当にもう動画の中でも言ってたんですけど、聞かれてて答えてたんですけど、皆さん、はって顔されて、はという顔されて、それ以上質問がなかって、これからも、どうせ聞かれるやろうし、もう聞かれて答えるのめんどくさいっていうかね、やっぱこうね、同じことも何回も言ってたら疲れますもんね。そうやったらもうええわと思って、作りました。年末ぐらいにちょっと上げた、年末やったかな、アムステルダムの動画があったり、ライブ配信でもちょこちょこ実は、見せてたんですよね。で、それのもう究極版じゃないけども、ですね。質問ですと。取材の際の写真についてなんですが、写真のいい構図と写真の絵画のいい構図は必ずしもイコールではないと思うのですが、先生は写真を撮られるときはすでに、絵として構図を考えて撮影されていますか？それとも実際に描く際にトリミングするような感覚でしょうか？ある程度やっぱり絵に描くいい構図というのを頭の中で想定して撮っていて、で、例えば F サイズとか P サイズとかありますよね、サイズね。で、それに合わせてなんか写真をトリミングとかしたり、ある程度はやっぱり、あの、絵に描くことを前提に写真撮ってますよ。ただ、ものすごい撮ります。ものすごい撮ります。だから、64ギガぐらいのUSB とかを、USB ちゃうな、なんて言うんですか、メモリーカードやったっけを2つぐらい持ってって、1個は、1個だけ大体使うんですけど、万一何かあった時のために2個ぐらいいつも持っていくように、海外なんか特にそうですね、持っていくようにしたりしてますよ。現場でスケッチちゃちゃっとすることもあるんですけど、やっぱね、その1時間ぐらい回転にやったら1時間いろんな場所を回った方がいいかなと思うときは、大都市なんかやったら結構そういう感じでしますね。やっぱ乾かしながらしていった方がいいかもしれない。なんか乾きが遅いですね。寒いからか、髪が熱いからか。髪が熱いということはやっぱりそれだけ、あれですね、水をしっかり含むから乾きが遅くなるんでしょうね。イナゴの佃煮を食べたことを思い出します。カニさんですか？僕、大学の授業で、蚕農家の先生がおられて、東京芸大の授業で、現代美術の授業で、蚕農家の先生がおられて、で、その蚕農家やから、もう蚕が山ほどあると。で、その蚕を持ってきて、ぐつぐつ煮て、ね、あれにして、ほどいて、蚕のあれをですね。で、それを、作品にしようっていう授業があったんですよ。で、蚕の中にいるわけですよね。中の幼虫というんですか。そしたらなんかこう、まずそれを取り出すんですけど、言うたらカブトムシの幼虫みたいな、もっとちっちゃい版なんですけど、それをですね、山ほど取り出して、で、その先生が、大木さん、はい、なんすかつって、これ、食ってみっつって。食べるんですか？焼いたら大体食えるから食ってみって言われてですね、わかりましたって言って、ね、そういう大学ってね、怖いとこですよね。食べてみたんですけど、やっぱね、そのグロテスクな感じでしたけど、食べてみたら、あれどうやはい。なんか、あれですね、本当にたらこみたいな味しました。たらこみたいな、本当たらこみたいな味しましたよ。面白いと思って。そうやね、たらこみたいな味するやろ、言われたら、はい、とかって言って、もっと食えって言うか、いや、もういいっすわ、って言って、ね、そんな今思い出しました。よいしょ。これ、この奈良の法隆寺はとかですね、は、完全に日本をやっぱり書こうかな的に言ったけど、結局やっぱほぼ書かなかったですね。ね、自分の故郷ぐらい書けよって話ですけどね。結局、あんまり書かなかったですね。また、今言ったらまた違うのかもしれませんけど、また行きたいなとは思うんですが。大丈夫かな。い
大和の国はまほろばうんにゅんかんにゅん。すみません、読めませんでした。ドライヤーがね、ありますか、これね。いや、僕は子供の頃とか、奈良とかあんま好きじゃなかったですけどね、本当はね。なんかこう、田舎や、大阪から奈良から、大阪に引っ越して、また小学4年生の時に奈良に戻ってるんですよね。やっぱなんかこう、小学生のうちはそんなでもなかったけど、やっぱ高校生の時はなんかやっぱ都会に憧れるわけじゃないですけども、大阪とかにね、行ったりしてたんで、田舎やな、嫌やなとかって思ってましたけど、大学の4年生の時に、3年生かな ?4 年生の時に、あれが、古美術研究旅行っていうのがあって、で、その時に、奈良、京都に2週間かな行ったんですけど、そしたらなんか、あれ奈良ってすごいええとこやなと。特になんかこう、大学の同僚とかが、めっちゃ奈良いいねとか言うてくれてですね。大学っていうのはやっぱ東京芸大とかは全国から集まってました。沖縄はいなかったけど、九州のもちろんやつもいれば、僕の同級生なんかは、熊本の方から来てる、仲いいやつなんですけど、とか名古屋とか、関西ももちろんいますし、そうすると、そういう人たちは奈良をええねって言うてくれるんですよね。で、関西やったら奈良田舎やねなんて言われてね、ありましたけどね。ある程度、土台みたいなのが少しできてきたかなっていうふうに思います。本当に年取って、また見てみると、ね、街とか違いますもんね。まだ行ったことないところ行ってみたいんですよね。高知県とか行ってないし、あと富山も確か行ってない、鳥取も行ってないんですよね。あと4つか5つやったんですよね。行ってないところ。で、また改めて行きたいなと思うところももちろんありますもんね。いや、ざらつきがすげえ。でも乾かすとこういう線出てきますね。面白い。描かれている紙はある種、細めではないですよ。一番初めの方に説明してます。粗めです。粗め。よいしょ。さあ、ここからどう書いていきましょうか。少し粗さを生かして書けんかなと思ったけど、透明水彩らしさみたいなのもちょっと残しつつ、写実的に書こうかと思ったけど、やっぱ粗いのは難しいですね。こういうふうに例えば暗い色を置いたら、ある程度画面の全体を見ながら進めていってあげます、僕は。バランスですよね。バランスを見ながら、この辺にこういう暗い色があった方がいいかなとかっていうのを少し探しながら、広げながらやっていきますね。そういうのって結構難しいかもしれませんけど、画面の中で少しこう必要なところに暗さのアクセントみたいなのをこう響かせ合いながらですね。今日ちょっとね、実は何をぐじゅぐじゅ言ってるかと、筆が調子があんま良くないんですね。いい筆が、調子が
今日の書き込みに合うなんか筆がそういうもんですよね。難しいですよね。今日完成するイメージのあれに合う筆というのがピタッとはまってこないっていう感覚がありますね。ごめんなさい、ちょっと探します。まあ、この辺りで多分なんとかいけると思いますんで。孫もカブトムシが好きで、誕生日にはヘラクレスオオカブトを頼まれました。女の子なんですね。いいですね。今もヘラクレスオオカブトとかね。昨日僕、モラージュっていうところに行ったんですけども、そこに、売ってんのを知ってて、ヘラクレスオオカブトの幼虫、普通のカブトムシのあれですね、マットっていうんですかね、幼虫の餌ですね、を買いに行って、でそこにヘラクレスオオカブトの幼虫が売ってるのは知ってるんですけど、まあ、チビには買ってあげないと。外来種なんで、逃がしたりしたらですね、生態系が崩れるかなと思って、僕は買わないつもりですけど、まあ、妻と二人で話しながら、こんだけ好きやったら買ってあげてもええかなとか、話してます。まあ、死んでしまったら、標本見るだけでも面白いみたいで、吉野ヶ里公園っていうところでですね、強化したまたあげるかもしれませんけど、吉野ヶ里公園っていうのところで、昆虫がいっぱいあってですね、そこで1時間ぐらい時間過ごしますもんね、あの人。まあ、僕は楽なんですけどね、涼しいから。うんいいですね、お孫さんにネックレスを買うと、ホームセンターとかに売ってたりしますもんね、意外とね。いいですね。女の子なんだよ。うん幼虫のちいちゃいうちに買うと安いんですけど、今、昨日行ったらえらい高なってましたね。よいしょ。よいしょ。もう見せ場的にはね、この辺りでそこからどうやって絞っていこうかなって今書きながらちょっと考えてますけどね。グレー作りましょうか。ちょっと白も混ぜてみたり。よいしょ。屋根のね、グレーを作っていきます。少しなんかかすらすように書いても面白いかもしれませんね。もうほんと書きながらどんな塩梅かな、どんな塩梅かなっていう感じでやってってますね。これはあれかな。昔一回東大寺は書きましたよね。夜中確かやったような記憶があるんですけどね。海外の人とかはね、夜中の方が絶対いいでしょうね。時差ありますからね。質問です。先生、作品集出す予定ないですね。出す予定は。まあ、図録とかはね、いっぱい作ってきたんですけどね。やっぱりこう、今ね、結構若い作家さんとかも出してますけど、僕作品多すぎて、自分でもまとめれる自信ないですし、まあ、声かかったらね、考えますけど、もちろんね、そこまでの作家ではないので、私は、声がかかることはおそらくないと思いますよ。幼虫のでかさにびっくりしますよね。屋根の細かさをどこまで描くのか悩みますと。ね、確かにね、僕もどうしようかなと。今悩んでますよ。同じですよ。よいしょ。まあ、やっぱある種ある種でやっぱ面白いですね。やってみると。粗めは粗めで面白いですね。なんか結構にじみとかできるなんていうか偶然的なこう、その中でのこう多少分離するようなところもあったりとかして、で、そういうことが、結構綺麗やったりするなっていうのを見ながら、思ってます。よいしょ
一応、支援の作品は第3希望までですね。第3希望まで書いてもらってって感じでしょうかね。まあ、ね、よいしょ。よいしょ。ね、五重の塔もね。まあ、絵だからですね、あんまりこう、特にこの粗い目を使って写実的に描くっていう必要は僕はないと思ってます。そうやったら細かい目描えよって話ですから。ね。だからちょっとこう、かすらせながら描く部分とかもあったりとか、絵の具の水彩の偶然的な感じもあったりとかしていった方が、紙の特性っていうのは活かせるんちゃうかなっていう気がしますよね。なんかやっぱりそう、よく僕言ってますけどね、特性って理解してやってあった方が、大人っぽくなりますよっていうのはたまに言いますよね。まあ、昨日の動画見た方はね、途中テンペラ絵の具とか出てきて、やっぱテンペラ絵の具って硬い印象になるんですね。油絵って濡れ色で、一方テンペラ絵の具って、なんていうのかな、まあ、カラッとするというか。で、そういうのを活かして、描くところは描いたりもします。だから、よくこう細かく描く人でテンペラ絵の具っていうのを使用する人ももちろんいるんですけども、僕は昔はそういうのもやってたんですけどね、顔とかでハッチングをするとか、そういう時にテンペラ絵の具を併用したりとかっていうことはしていたんですけども、今はどっちかというと硬く、うわあ、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。夜の酎ハイにでももうすみません。もうありがとうございます。酎ハイ代になります。カブトムシのマットが今、昨日980円しましたので、ちょうどこれ3割 Google に引かれるから、ちょうど980円ぐらいかと思います。ありがとうございます。お仕事無理しないでくださいね。もう適当にね、僕も適当にもうやってます。よいしょ。もうほんと。よいしょ。カブトムシのマット、栄養価の高いやつ買ったろ思って。ね。まだなんか亡くなってしまうみたい、死んでしまうみたいな概念が、チビが分かってないからですね。ちょっとそこが怖いんですよね。で、なんかこう、幼虫ももうおもちゃと同じように雑に扱うんですよね。ま、それはしゃあないですけどね。もうヒヤヒヤしました、昨日。よいしょ。赤坂さんいつもありがとうございます。もう寄付ですね。もうありがとうございます。もういつも本当にありがとうございます。もうなんか皆勤賞ですよね。皆勤賞ぐらい、またエクセルでまとめやんといかんかなと思うんですけど、ちょっと今はできませんけどね。ちょっとこれでアクセント的にこの秋の時期に行ったんで、こういう赤とかは、すごい綺麗な、なるべくこうビビットな赤でいけたらいいなと思っていたりします。ね、あんまりでもやっぱり難しいですね。映ってないでしょ。うん、ね、こういうのアクセントに、よいしょ、質問あったらしてくださいね。よいしょ。米本さん。ですね、マスキングテープで、これ、動画の中でも、動画というか、動画のコメントでも質問あったんですけども、僕、板画なんですよね。で、板画なんで、基本的には、それで白味というのを何層も塗っていて、で、キャンバスとは違うんですよね。で、そのキャンバスと違うから、多少傷ついても、そんな問題ないです。だからすごく傷ついたらまずいですけど、ほんの少しぐらいは、かけたぐらいの感じで、あの、いけます。
ということなんですね。だから、それも多分動画の中で、こういう下地使ってますよっていうので、コミュニティ欄の方に、え上がってますので、そういうのも見てもらえたらと思って、こういう下地白味という下地でこういうあれ使ってるから大丈夫ですよということですね。うん。それもなんか、よく聞かれてきましたね、今までね。大丈夫なんですかって。まあ、多少例えば髪もね、ぐっとへこましてもいいですよね。多少こういうのも、傷つかん程度やったら、ね、こういうのでナイフとかでビュッてやっても別にいいじゃないですか。その程度です。そんな感じの考え方です。って言うたら分かります？なんとなく分かりました？傷ついてもね、そこまでデリケートな絵ではないかなと思ってますよ。いいですか？今のでお答えは。この辺も今ビュッと傷ついてますけど、それがね、味になったりすることあるじゃないですか。ビューとかビューとか、ビューとか、ビューとか、ビューとか。後でこれ多分、薄く塗ったらその線のとこに多分絵の具が入っていきますよ。だからなんかこう偶然的に傷がついた感じで面白くなるかもしれませんしね。今40分ほど経過しました。うん。ここには実際この辺にあるんですけど、なんとなくこう端の方を強めとこうかなと。なんでかというと、こっち側に主役というか、ちょっと寄ってる感じがするんですよね。で、ちょっとそうしたら、なんとなくこっちが間延びする可能性あるなと思ったら、ちょっとここ例えば、写真だともうちょっと右の方にあるけど、意図的にこっちまで動かしてあげたりとか、例えばここの辺に松の木をピュッと伸ばしてあげたりしてもいいんですよ。いいんです、いいんです。で庭師の気分になって、この辺に伸ばしてあげたりすると、若干画面が引き締まったの分かりました？で、その辺はもう嘘ついていいんですよ。ここに松なかったでしょとかって怒る人いたらね、すいませんって言えばいいんですよ。すいませんでしたっつってね、適当に謝っとけばいいんですよ。感情込めて皆さん謝りましょうね。大変申し訳ございませんでした。ここに松はございませんでしたって言えばいいと思いますんで、その辺はですね、やっぱ画面を作る。見る側のね、何度も言ってますけど、見る側の人っていうのはそこまで知らないと思いますので、その辺は絵を作るということを覚えていかれるといいと思います。色に関してもそうですね。例えばここに赤塗ったんですけど、ここそこまで赤くないけど、ちょんちょんと赤くしたりしたんですよね。こういうとことかもね。で、そういうのは絵を作るっていう。要は嘘を作ってうまく嘘をつきましょうってよく言うてますけどね。逆に皆さん真正直にね、書きすぎて、こうやからこうじゃないですかみたいなことを言う人いるんですけど、フィレンツェの絵描ってだいぶ嘘ついてますよ。でも私がわかる範囲でですけどね。ここにはちょっと窓出しとこうかなとか、ここにはちょっと窓とかいらんかなとか、このパラボラアンテナ、ここんとこは必要ないかなとか、逆にここにパラボラアンテナ、噛みまくってます。パラボラアンテナをつけとこうかなとか、そういう嘘をぶっこいてますよ、皆さんね。パラボラアンテナよいしょ。しかしもうパラボラアンテナ的なやつも必要ない時代になってきましたね。Wi-Fi とかで、ね、なんか逆にもうニュースなんてほとんどなんか今、YouTube で見てますもんね。もうなんか、ニュースずーっと向こうの海外の情勢とか、ね、24時間ニュースみたいなのやってて、あれってもうなんか民放がそれ作ってますもんね。テレビ CM って本当に厳しくなってくるんでしょうね。なんか、それを思いますもんね。よいしょ。よいしょ。ちょっとずつ密度を上げていってます。美しくなる嘘。美しい嘘。美しくなる嘘。ちょっとね、全体のバランスとか、なんとなくここもちょっと間延びしてる感じするんですよ。わからんでしょ？これだけでも違うんですよ。ね。もう一つ、転写をするときに、今は油絵を習ってます。鉛筆
の濃いやつやカーボン紙やチョークなんかを使ってやってるんですが、なんだかしっくりきません。先生はどうなんかされてますか？結構それに関してはね、動画いっぱい上げてるはずなんですよね。どこかな。すみません。多分米本さん、多分ね、どれかな。かなりそれ上げてます。もう何回も聞かれて、何回も上げてる。すみません。どの動画か分かりませんけど、おそらく探していけばあると思います。多分口で説明するより、動画の中でこれとこれこうやってますよと。なんかでやってたな。ちょっと思い出しそう。ちょっと待ってね。絶対この見てはる人、あれで言ってるよとかって言ってるでしょうね。何やったかな忘れました。額縁の作り方とかで意外とその時カーボン紙僕作ってたような気がします。額縁の作り方っていうのが2回上げてて、対策用となんか用みたいな説明的なのがちょっと多いやつと、2つあって、そう説明的なのが多い方で、確かもうなんか聞かれるのめんどくさいから上げたような気がします。カーボン紙は結構こう色濃いですもんね、カーボンだからですね。で、チョークやったら多分薄いでしょ、単カルだけやから。僕はなんかトレーシングペーパーも喋り出したな。トレーシングペーパーに、えーっと、ベンガラっていうライトレッドという呼ばれるものをすり込んで、トレペの粗い方ですね。ザラついてる方と、つるっとしてる方あるんですよ、トレペって。で、それに、ですね、塗って、すり込んで、カーボン紙を作ってます。いいですかね。よいしょ。自分で編み出していってみてくださいね、いろいろね。今日も朝も、昨日上げた動画も言うたんですけど、多分今の話だったらカーボン紙っていうのやと濃すぎると。えーっと、なんや。チョークやったら薄すぎるっていうことでしょ。ちょうど真ん中探すってことになってきたら、じゃあカーボンっていうものが濃すぎると。チョークは炭酸カルシウムただ圧縮しただけやから薄すぎると。じゃあその真ん中ぐらいでなんかないかなっていうのを探していくというふうに考えていけば、大体のものは見つかっていくと思うんですね。それは皆さんにも言えますからね。例えばマスキングテープ教えてくださいって言われて、結構ね、教えたりして、なくなるのが一番困るんですね、僕ね。自分の商売道具ね、やったりするんですけど、それがこう、品薄とかになられても困るから、あんま教えたくないんですけど、結構そういうのすごい聞かれるんですよね。だったら大学に入ってください。大丈夫ですよ。何歳からでも大学は入れますからね、センター試験頑張って。小倉優子さんもね、早稲田大学目指すとか言って、大学目指すでいいのにね。早稲田目指すとか言うて、テレビ番組の企画かもしれませんけど、ねえ、ハードル高くしすぎん方が、ね、本気やったらね、いいのになと思います。うん。みちみちさん、そんなね、コンテで紹介してるやつっていうのは、こういう、こういうのの転写をしたりするときは、えっと、紙の裏に、これパステルです。黒いパステルをやったりします。これはコピーをもうただめんどくさいから転写しました。15分ぐらいでできますよ。で、油絵とかになってきたら、もうものすごいこう大きいので、全部こう塗るの大変やから、カーボン紙作ってるんですね。今日の35なんかもそうですけども、昨日あげたやつとかも。よいしょ。50分ほど経過しました。まあ、あと屋根ちょっと描いていきましょうかね。どうやって描いていきましょうか。ある程度画面のバランスが、取れてきて、ですね。で、またちょっとこう、大きくこう作るところを大きく作っておいて、ですね。
あ、小さい水彩紙だったら窓に当ててっていうことね。あとはなんかあれですよね、映写機みたいなんで写すという方法もありますよとか、結構言うてくださってましたね、皆さんね。皆さんすごいなと思いますよ。えまあ、屋根ね、これはどれぐらい書くか本当難しいですね。初めの方の方でどれぐらいまで書くかって、難しいですね。だからちょっとこう点々点に近いような感じで今書いてってます。とととととと。うん。まあ、顔料だけやったらくっつかないんですよね。まあ、パステルとかもそうですけど、顔料なんですよ。で、くっつかない、定着しない、要は、ボデーって言うんですけど、あの、で、そういうくっつかないもの、これだとアラビアゴムが今、透明水性って入ってますよね。で、一応定着するというものなんですけども、定着しない、ただ顔料だけっていうのをすり込んでおいて、で、ベンガラっていうのはライトレッドって言ってますけども、で、赤ですね。僕はそれでやってます。これは、大学の銅版画の授業を東京芸大で受けたときに、下書き書いてきて、それを転写するときに、そういう方法を使って、あ、すげえこれ便利やんっていうことで、僕は未だにそれ20何年間同じことやってます。多分額縁の作り方のとこで上げてるかなと思いますよ。ね、コピーを100号とか大変でしょ。うちの学生とかも頼んで、ちょっと、コピーしてみてとかって言うけど、算数できないんですよね。何倍ですかとか、今やったらスマホあるでしょっていう感じでですね、スマホでちょっと何倍、どういうふうにっていう感じなんですよね。やっぱね、便利になればなるほど、なんかね、便利なものを使いこなせないというですね。よいしょ。よし。ちょっともうドライヤーで乾かしながら、やっぱ乾くの時間かかりますわ。ね。ちょっと今日はなんかパレット洗ってないんで洗いましょうね。ビュー、ビュー、ビュー。あ、リトグラフやったことあるんですか？リトグラフ面白いですよね。銅版も面白いですし、僕は、リトグラフっていうのを平板、平たい版って言って、ね、油と水の作用、反作用を利用してやっていくんで、女の子とかがもう本当にわけわからんとかっていう感じになってましたよ。版画には4つ版の種類があって、平たい版が今言ったリトグラフ。で、後版って言って穴を開ける版があるんですね。でそれが、シルクスクリーン、危な。シルクスクリーンって言います。まあ皆さん、わかりやすいところで言うと、T シャツとかね、シルクスクリーン。で、あとはへっこんだ版を、突版か。突版っていうのが、銅版画ですね。で、今言ったリトグラフっていうのは平板。有名なところで言うと、あれですね、ロートレック。ロートレックのポスターなんかっていうのはリトグラフですね。あ、なんかありがとうございます、大高さん。練習ね、一緒に頑張りましょうね。僕も下手なんで。一緒に勉強していきましょうね。でもなんかこの、やっぱりこう、ある種の荒め荒めで、水彩らしさみたいなの出て面白いですね。よう喋りながらこのおっさん書いとんなって感じでしょ。書いてる人と喋ってる人が違うような感覚に陥ってくるでしょ。実際おじさん喋ってるんですよ。ああ。ね。あ、全然関係ないけど言うとこ。今ですね、なんや、コンビニエンスストアとかに、売っている、ヤングジャンプという、少年誌がある、少年誌青年誌があるんですけど、まあ僕も全然買ってないんですけど、
キングダムとかやってますね。それにうちの今のゼミ生が読み切りで載ってます。昨日私も買いました。ね、漫画家になってるっていう。まだ2年生、今度3年生の子ですね。芸大の方にはベンガラを完成油で、塗るって書いてあるやつありましたよね。僕もそれ見たことあります。ベンガラだけでいいと思います。あれね、ありますよね。あります、あります。僕もそれ必要ないんちゃうか、言ってしまった。必要ないんちゃうかなと思ってますよ。そしたら直接ですね、なぞる必要ないっていうことなんですよね。ありがとうございます。そうですね。そういう、言うていただいて、みちみちさんありがとうございました。そういえば僕もそれ一回読んだことあって、授業でもそれやったような記憶あって、案外大変なんですよね。なんかこう、でっかい作品とかなるともう次の日とかにはできなくて、もうその日のうちにやらなあかんから、これは結構大変やなっていう感じで。それ確かね、なんかね、デッサン書いて、それをトレーシングペーパーにデッサンを写して、その裏に、完成油で、すり込むみたいなやつやったから、せやったら、やばいかな、やめとこう。ね。その、なぞるという作業をね、ワンクッション踏むんやから、ね、やめとこう。という感じで少しずつ密度が上がってきてるの分かりますね。おしゃべり番長もね、喋りながら密度を上げてまいりました。質問なのですが、先生がスクエア S で描かれるときはどんなときでしょうか？特に気もないですよ。スクエアで描かれる効果など、どうなんですかね。なんか好きなんですよね、S ってね。効果、なんか F とか、なんか、P とかって逆に決まっているから、なんかこう、本当にこう、正方形って正方形じゃないですか。でも F サイズとかは黄金比で、決められてるとか、それで、P とかペイサージとか M とか、M はマリーンとか、軽画とか海画とかっていう風に書いてあったりするんですけど、あんま僕よう意味わからんなと思ってて、でも S だけはなんか正方形という、なんていうんですか、美術の概念じゃないサイズやから好きなんですよね。本当にごめんなさい、そのぐらいですよ。効果はなんかこう、すごくこう、フラットな状態のような感覚なんで、すごく画面構成が重要になってくるというか、なんか難しいと思うんですよね。だから難しいことやった方がいいじゃないですか。楽しいしね。ケアさんの、池田正夫さんのね、銅版画。あれはですね、ドライポイントっていう銅版画の技法なんですよ。ドライポイントっていうのは直刻法っていうか、直接こう、版を、ニードル、あれへんか、ガガガガガガッと引っかくんですよ。そのガガガガガガッと引っかくことによって、また授業が始まった。この裏で説明しようかな。版って、例えば、こうやってへっこんだところにインクを詰めていくわけですよね。で、腐食と言って、棒を食しといて、ここのところにこう腐食をしていって、溝を深くしたりして、濃い線とかを作ったりしていったり、時間をその何分腐食するとか、何分腐食するとか。で、池田正夫さんっていうのは、直接銅版をギギギギってやるから、版自体へっこむんですけど、こんな感じになるわけですよ。で、こっちは、間接技法というエッチングとか呼ばれる。あと、アクアチントとか。アクア、水のような。チントですから、水のような。っていう。で、こっちはドライポイント。乾いた。あとは、メゾチントとかあるんですけど、ドライポイントだけ説明すると。で、こっちの方は結構何回もすることできるんですけど、こっちの方っていうのは、するとここのペコッとなってる版のところが、ペコってなるじゃないですか。だから、5枚とかすごい枚数が少ないんですよ。
っていう偶然を生かした技法なんですね。僕もだから池田正夫さんとか、私が学生、浪人時代94年ぐらいに確か亡くなったと思うんですけど、好きですよ。だから版画っていうのの中でもドライポイントというので世界的にですね、認められた方ですよね。だから版画っていうのはもう何枚も刷れるという概念を逆に言うと4枚、5枚しか刷れます。多分15枚ぐらいまでしかないエディションが多分ないんちゃうかなと僕は思います。玉美の版画の先生をされていて、先生されている時に確か亡くなられたんちゃうかったかなと思います。版画も好きで、一時結構やってたんですけども、絵を描かなくなるぐらい面白いのであ、こりゃいかんなと。じゃあ、あとは最後密度をちょっと上げながら、あと10分、15分ぐらいで終わろうと思いますので、もしよかったら質問してください。まあ、1時間ぐらいで書いてますんでね、大したことないやんけとか言われたことあるんですけど、喋りながら書いてるんでね、もうそれだけ分かってほしいですよね。本当にね、もう、木曽さんがぐらい手が早かったらこんなん楽勝でしょと昨日言われても、なんでそういうこと言うんかなと思って年齢見たら72歳。今、世界の大悪党は68歳。もう70前後の男性の方ね、今見てる方もね、結構傷つくこと言う方は大体その世代ですよって僕この動画の中でしょっちゅう言ってるんですけど、なぜそんなことを言うのかなと、ね、皆さん気をつけましょうね。なんかわからんけどね、もう全部その世代がめっちゃ多いんで、私の小基礎統計学と呼ばれるもので、もう鬼公表とかでも何か言うてくる方、大体その世代なんですよね。ものすごい自己中心的な方が多いのが印象なんで、そうならないように反面教師になりましょう。私もそうです。ね。まあもうこの本当にこう乾き自体は紙としては遅いなっていう感じがします。やっぱりあれでしょうね。紙が熱いから、吸い込んで時間がかかるんでしょうね。まあこう端っこですね。こういうとこすごい本当大事に書いていった方がいいですよ。このぐらいかな。このぐらいのあれかな。あ、恵子さんもありがとうございました。すみません。ありがとうございます。もうね、この松の木をもうちょっと頑張りたくなってきましたね。ちょっと待ってくださいね。枝をやっぱりちゃんと描かんといかんですね。ここ描いた方が多分絵としては良くなると。なんかこう、ビュッと引っかいたの見えてないかもしれないですけど、線は出てきてるんですよ。まあ、それはそれで味やと思いますんで。
70歳代の、いいですね、ひなばばさん。入院中に看護師さんが言われてましたが、70代患者が一番手を焼きます。やっぱりそうか。80になると静かになるそうです。何なんですかね。個人差あると思うんですけど、もちろんね、全員じゃないですけど、圧倒的に多いと僕は実感しています。はい。ありがとうございました。フォローしてもらえるとね、何の根拠もないんで、もうデータ集めるわけにもいかんので、ありがとうございます。あら、松岡さんもありがとうございました。もう、嬉しいな。いや、ほんとね、もう、言わん日って言わんでええやろってこと言いますもんね。思ってればいいことを言うてしまうんですかね。イラッとは来てないですけど、こういう世の中いるんやなと思って、ガラスを描く動画を上げたんですけど、そこにこんなん大したことないわ、5点やなって言ってきた人いましたもんね。つい最近。思ってもいいと思うんですよね。言う必要ないしね。じゃああなた見せてよって感じやけど、ありがとうございますって言っといたけど、なんとも思ってないですけど、年齢だけ調べたいなと思ったんですけどね。説が立証できるかどうか。ね、大したことないわって思ってもええけど、言う必要ないしね。言いたいんでしょうね、世の中ね。暇なんですかね。ようわからん。そんなの打つ時間あるんやったら、1分でも2分でも時間をかき集めたい人なんで、わからん。感覚が全くわからん。っていう感じですね。で、今回の動画見てもうたら、フィレンツェの、もうどんだけ時間をかき集めてるかっていうことを分かってもらえるとね、もう本当になんか仕事の合間にお昼ご飯早く食べて、で、切り抜いて、油絵の具とか出すと時間かかったりもったいなかったりするので、途中で学生が例えば相談に来て、なんか、とかってなったら、ね、絵の具もったいなかったりするじゃないですか。でも、あの仕事やったらできるんですよね。今日授業が3つあって、間にこういう仕事あって、ここ30分ぐらい時間取れそうやわと思ったら、よし、じゃあこれやろうとかっていう感じですね。そういうのも見てもらえたらね。という感じでです。皆さんありがとうございます。木みずきさんすみません。ありがとうございます。稲葉さんもすみませんね。僕、紙、はい、見せておきましょうか。初めにやったこれです。ラフ。ね。っていう感じで、ございました。サインを入れて、これもね、本当なんか候補にしたかったけど、もう動画撮っちゃったから、ね、あれですね。おぎいそ。平和を願って、法事上。昨日のフィレンツェは1300、だいたい1300何年ぐらいから作られてるのかな。こっちは700年ぐらいですもんね。今から1300年前。ということ。マスキングテープはすごい剥がしやすい。いいね、いいね。1時間ちょうどぐらいかな。9分か。ということでございました。アイテム名が知りたい？これの名前を知りたいですか？これ、これただここにマスキングテープ貼っつけて、ただ木置いてるだけなんですけど、これ、別にホームセンターでこれ4回目ぐらいやけど、ホームセンターでただなんか棒とか売ってるコーナーのとことか、アクリルの板とかが売ってるコーナーのところに、売ってただけで、もともとここ木やったんですけど、でも木やったらここのとこに影とか落ちたり見えにくいから、ただアクリル動画作る以上、皆さんに見やすいようにということで、アクリルにして、アイテム名まで知らないですよ。ぜひホームセンターに行ってみてください。もう自分でちゃんと考えて調べてください。はい、怒ったよ。ね。ワンチンだと思います。ということで、もう本当怒りますよ。ね。ホームセンター面白いですよ。ということで、ありがとうございました。もう画材で上手くなるということはないです。発想です。やっぱりいろんなことを発想して、こうやったら便利になるかなとか、こうやったらあれかなっていう、結構勘違いしてる人多いですけども、画材を知れば上手くなるっていうこと、僕絶対ないと思いますので、その辺は皆さん、はい、怒られてますよ。
うちの学生みたいですね。ぜひですね、ホームセンターに行って、端から端までぜひ見てください。ということで、以上終わります。今日よかったら1時からの動画見ていただければ8分ほどですので、よろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。お疲れでした。終了。ありがとう。馬場崎さんもありがとうございます。ギリギリセーフやな。すごい。